グレーディング。おはにゅうございます。フィギエモンです。よいしょ。ハッピーバレンタインって言いたいところですけど、バレンタインは昨日でしたね。バレンタインで思い出すのは町田樹選手。2014年ソチオリンピックのショートプログラムの後のインタビューで語ったあの言葉です。今日は皆さんバレンタインデーですよね。日本は明日逆バレンタインできるように頑張ります。今日本当悔しかったけど明日また頑張ります。応援よろしくお願いします。この言葉を聞いた時になんだかめっちゃ笑ってる自分がいたんですよね。なんで笑ってたかっていうと、フィギュアスケート選手で、しかもオリンピックのインタビューでバレンタインっていうね言葉が出てくること自体がすごく意外だったっていうかね、町田選手って面白い感性してるなぁと一番最初に思ったのがこの時だったように思います。逆バレンタイン、あなたはされたことありますか？はい。逆バレンタインの定義がちょっとよくわかんないんですけど、男性からチョコをもらうことかなって勝手に思ってます。でね、私1回だけもらったことあるんですよ。義理逆バレンタインチョコですけどすごい。義理ってね分かっててもこんなに嬉しいもんなんだなと、男性の義理チョコで欲しがるっていうね、その気持ちがめっちゃ分かったような瞬間でしたで、チョコもらったのでホワイトデーにねお返ししましたよ。本当に？なんだか不思議な気分でしたね。羽生選手から逆バレンタインチョコもらったら皆さんどうしますか？でれん。ご褒美です。本当に？はず。こんなやりとりがあったらどうしますいやー、私ね妄想の中とはいえ義理でも逆バレンタインされたら心臓に悪いですよね。羽生選手が逆バレンタインするって本当に心に決めた時は、相手に心臓が悪くないか同意書を書いてもらうべきだと思います。絶対です。だってね危ないですもんね、本当にこんな感じで、このおはにゅう朝ラジオは平日朝7時半配信動画です。気分よく一日を過ごすために動画を見てウキッとしちゃおうっていうコンセプトのシリーズ動画で、この動画で4本目になります。じゃん。おはにゅう朝ラジオという名前で再生リストをね作ってますので、もしよかったら他の動画もね配信されてない日なんかに見ていただければ嬉しいです。また配信をリアルタイムに受け取りたいっていう方はチャンネル登録をして楽しんでいただければと思いますです。ということで、今日はバレンタインでチョコ食べ過ぎのあなたへ送る夢に出てきた羽生選手の話を今日はしようかなって思います。前の動画の音と戯れる究極の曲天と地との秘密にたくさんねコメントをいただいた中で、夢の話になったんですね。で、夢っていうのは眠ってる時に見る方の夢です。皆さんね、羽生選手の夢って見たことありますか？かなり。コメントをくださったプーイテザさんは見たことがあるそうです。本当に？夢の中は秘密って言われてしまいましたが、私はねこの動画でお話ししちゃいます。すごい。ちなみに羽生選手の夢を見てはっきり覚えているのは1回だけです。この夢は朝方見た夢で、夢の中でもかなりねリアル感のある夢でした。現実って言ってもいいくらい鮮明に今でも覚えてます。では行ってみよう。私は今住んでる家でいるところから始まります。チャイムが鳴りました。私が玄関まで出てドアを開けると、なんと何かの大きな大会が終わった直後の羽生選手が衣装を着てね、上にジャージを羽織った状態で、まさにこのプーさんの状態ですね。この状態で家に帰ってきたんです。もうね、額に汗を浮かべながら帰ってきました。そう、羽生選手は私の弟でした。羽生選手の後ろには記者やテレビ局のアナウンサーなどが男女合わせて15名ほど玄関のところにカメラを持ってねこちらを見ていました。
でも当たり前ですが、家の中には入ってきません。私はね、完璧に弟になった羽生選手を家族として家に迎え入れました。早く入ってみたいなね、そんな感じで。夢の中の私は完璧に羽生選手のことを弟って思ってます。実際に私はね、ちょっと弟がいまして、その弟がいる感覚を持ってる中で、その感覚が羽生選手に入れ替わったみたいな感じだったんですね。疲れたよね、ゆずるって名前はね、なんか呼んでないんですよね。ゆずるって呼んでない姉でした。実際の弟には下の名前を呼び捨てで呼んでるんですけどね。そこが面白いとこなんですけども、羽生選手も私のことをね、お姉ちゃんとか呼んでないです。普通にね、ねえみたいなね、そんな感じで、ある意味家族そのものでした。私は大会が終わって衣装のまま追いかけられるように家に帰ってきた弟を見て、やっぱり大変だね、有名になるとね、っていうね、家族の目線がありました。弟の羽生結弦は、汗だくだからお風呂入ると実際のお風呂場と同じところへ羽生選手は消えていきました。残された私は記者が家の中に入ってこないかなどをね、そう心配してるんですよ。で、数十分経った後に羽生選手はお風呂から出てきました。とは言ってませんが、羽生選手はさっぱり爽やかな様子で家の廊下を歩いていました。弟がその辺にいるっていうくらいの感覚の私なんですが、記者のことがね、ちょっと気になってました。家に入ってこないかなとかね、そういう感じです。そこで玄関にもう一度出ていくと、記者の姿はね、一人もいなくて、玄関のところになんかね、プレゼントのようなものが置かれていました。なんだろう、そう思った私はそれを持って家の中に入ります。玄関に置いてあったよ。夢の中で弟の羽生選手に渡します。状況から言って羽生選手宛てっていうのはね、明らかだったんでね、受け取ったそのプレゼントをそそくさと開ける弟の羽生結弦。でれん。開けたその中に手作りのプーさんのぬいぐるみが入っていました。じーっとプーさんを見つめる私たち。そのプーさんはどう見ても可愛くなくて、微妙な手作りのぬいぐるみでした。しかもちょっとね、薄汚れてます。私は心の中で、可愛くないなこのプーさんって思いました。弟羽生結弦もそう思っていることがその場の様子でね、伝わってきました。でも明らかに心がこもったプレゼントだし、そんなこと言っちゃいけないって思って、私はね、心の中にその可愛くないなっていう気持ちをしまっておきました。するとね、手紙も一緒に入ってます。その手紙にはある有名女性アナウンサーの名前が書いてありました。そういえばさっきそのアナウンサーが外にいたなって思い出したんですね。その手書きの手紙を読むと、そのブサイクプーさんが手作りであること、ずっと羽生選手のファンであることが書いてありました。それを読んだ私は、弟羽生結弦は手作りのプーさんぬいぐるみをブサイクって言っちゃうかもしれない、そんな恐れが出てきました。日本中の注目を浴びている弟にそんなことを言わせてはいけない、勝手にね、そう思った私は、これどうする？そう弟羽生結弦に言いました。返そうかなというので、私は心がこんなにこもったぬいぐるみを返しちゃダメだよ、そう言ってみると、弟羽生結弦は、そういうもの？じゃあありがとうって返事しておこうかということになったのでした。っていうね、ここまでが夢の話なんですけれども、もうね、リアルに羽生結弦選手は衣装を着てたし、それをね、近くで見れたし、話できたし、家族になれたしで、夢から覚めた時は本当に羽生家の一員でしたよねというより、私の家族に羽生選手がなったっていう感覚ですかね。いや、本当にね、楽しい夢でした。リアルすぎて、お金払ってこの夢見れるんだったらもう一回見たいっていうぐらいね、楽しかったです。じゃん。
夢って時々リアルなバージョンありませんか？そのリアルなバージョンの夢だったので、この夢を見たのは1ヶ月前ぐらいなんですけど、ここまで鮮明に覚えてるんですね。今日はフィギエモンが実際に見た夢のお話をしてみました。私の話だけで終わるのはなんなんで、2011年、2012年の前半戦を終えた羽生選手が東日本大震災を振り返った時の言葉をご紹介します。練習できるリンクを求め、母と2人で横浜市や青森県八戸市など各地を転々としていたので、地元に残った父や姉と離れていることが不安でした。震災を経験し、家族に支えられてみんなで滑っているのだっていう意識に変わりました。このインタビューから10年の月日が経とうとしてます。今の羽生選手と比べるとちょっとだけ少年の面影があるような言葉ですよね。夢の中でこの姉になった気分が味わえて本当に幸せでした。でも本当の家族になると今とはね、全く違う気分になるのだっていうこともね、夢を見て初めて分かりましたね。いかがだったでしょうか？今日はちょっと趣向を変えてお届けしました。またお話ししたい話題が出てきたら動画をアップしようと思いますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後にフィギエモンからプレゼント。皆さんからもぜひエールコメントをもらえると嬉しいです。本当に皆さんに助けられたなと思いました。素敵な一日をお過ごしください。